エネルギーをこうなんか放出するみたいですね、バッと。外にエネルギーを放出していたってことだから、エネルギーのこの無駄遣いみたいな。やっぱり自分以外のところにすごい、なんていうかな、すごい存在がいるってなってしまった瞬間に、自分っていうのはすごくちっちゃな存在になってしまうし。待ち望んでいたあなたが求めていた場所にたどり着くでしょうって言ってますね。こっちにエネルギーを向けると。始まりました。スターシードチャンネルということで、よしです。あきこです。こんにちは。はい、こんにちは。そういえばね、なんかそうだ、チャクラ直してもらってから初めての動画かなっていう気もするんですけど。そうですね。チャクラどうなの？治ってるのかな？どうかな？まあ、自分としてはね、なんだろう、まあ、調子は悪くはないし、いいかなと思うんですけど、あきこさん的になんかわかりますか？なんか。人間味出てきたね、やっぱよしさん。人間味が。そうか、まあ、ゼータで朽ちるからね、ちょっと人間になったっていう話なんですけど。人間味出てきた。まあ、人間味、もともとなんていうかな、こう隠してきましたからね。だんだんこう最近もうなんかいろいろ出したいなって感じもあります。だからもっとね、そうかなって感じするんだけど、そうだ、今日はね、さっきまあテーマをね、また考えたんですけど、依存っていうテーマ、僕は依存っていうテーマにしようかなと思ってたら、やっぱあきこさんも、なんか依存っていうキーワードが来てたっていう話なんですけど、そうでしたよね、確かね。そうなんですよ。ね、本当に依存のキーワード来てたし、自分もやっぱりそういう風なとこがあると、要はもうなんていうのかな、もったいないというかね、知らず知らずにやっぱり依存の気持ちとかって出ちゃうんだけど、それがあるとやっぱり本来の自分の力が発揮できないんですよね。それをすごい感じてたんですよ。なるほどね。やっぱり僕もやっぱり依存っていうのはすごく、なんかね、自分の中でも重要なテーマだったんですよ。なんでかっていうと、もともと自分が子供時代とか、自分がなんていうかな、主体的に生きる前までっていうのは、すごい依存をしてたんですよね。まあ、例えばすごい人、一般的にすごい人とか、一般的に、なんだろうな、成功者とか、一般的に何かそういう指導者とかにね、こう、すごいってやってたわけですよ。で、そんな中で、じゃあ、今度ね、自分たちがそれを何か教える立場になったりとか、自分たちがね、何かを発信する立場になった時に、よくね、やっぱりビジネスの世界でもそうだし、スピーチュアルの世界でもそうでしょうけど、いわゆるなんていうかな、自分に依存してしまう人を増やしてしまうってことがあるじゃないですか。そうなんですよね。そこ本当に、そうなりやすいんですよね。で、何が問題かっていうと、やっぱりその依存を知らず知らずのうちでもさしてしまうならば、やっぱりその人自身が本当に自立することができなくなったりとか、エネルギーを奪ってしまうことになっちゃうじゃないですか。だからすごくね、これって難しいんだけど、なんかすごく、なんかね、陥りやすいことかもしれないし、重要だなと思ってたんですよ。この辺をね、今日は話したいのと、じゃあ僕はあきこさんね、すごい、僕は逆にあきこさんが、なんていうかな、ありがたいなって思うところっていうのは、依存ではないんですよね。みんなこうやってあきこさんになんか、動画を見たり、なんか親近感が湧いてるのっていうのは、依存っていうかではないんですよ、どっちかっていうと。どっちかっていうと解放なんですよね。それをでも本当に望んでるというかね、本当にそうなるといいなと思ってるけどね。だから、なんかね、俗に言うすごい人っていうのは、なんかすごいみたいな、もう、先生みたいな、教祖様みたいな感じになっちゃうじゃない。じゃなくて、やっぱあきこさんはこの自然体でスマホで、
ね、まあ、今回はこれスマホじゃないけど、基本的にあきこさんの動画はスマホでもう牛が歩いてる子供たちが騒いでる、ね、インド人が毎回ほうきで生えてるあ、でもあれは誰だあ、旦那さんだまあいいや、すみません。旦那さんとか、隣の家の人ね。隣の人もいるしね。まあ、それがもう解放なんですよ、僕らにしては。もう、ありがとうなんですよ。だって、昔だったらね、もうすごそうな人が出てきてね、なんかすごそうな教えを説いてね、あなたたちは、ね、これを信じなさいとかやってたわけじゃない。で、どんどんその人からエネルギーを奪ってたというか、自立できなくなっちゃったわけじゃない。そこが、そこね、解放してくれてるのよ。だから、すごく、もっとね、逆にそこがあるから拡大してるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。なるほどなるほど。結局その依存っていうかね、自分の中の不足感だと思うんですよね。自分に足りないから誰かに何とかしてもらおうっていう感じなんだけど、全ては結局全部自分の内側から表に出てるから、その外の人に何とかしてもらおうっていうのは結局もう古い形、自分から出てるものなんだよね。だから自分に足りないから表にそういう人を映し出したり、なんていうのかな、そういう人からになんかすがるじゃないけどね、その人の意見がすごくなってるように見えるんだけど、やっぱりそこは自分自身の内側をやっぱ見ないと、いつか見ないとダメなんですよ。いつか見ないと、それで、そうなんだよね。でね、私も気づいたんですけど、これ結局統合なんですよね。自分の内側を見て自分自身を一致させていくこと。自分でも完全な状態なわけだから、外側に目が向いてたり、誰かに何とかしてもらおうっていうのは、要はその統合が遅れるというかね、自分自身の自分が自分で一致することにやっぱり遅れちゃうんですよね。そういうものを、そういう存在で自分があったとしたら、やっぱり他の人を遅らせちゃうってことだから、そういう風にならないようにやっぱり私も気をつけてるっていうのが、どうしてもそういう風になりがちだから、これがでも今までのスピリチュアルの形でもあったよね。他のことでもそうだと思うけど。例えばビジネスの世界でもそうですよ。なんかね、もともとは僕はまあどっちかっていうと自分でビジネスをどんどん作る、起業家だから新しいことをやっていってたんだけど、まあ何年か前からはね、やっぱりこういろんな個人の人たちにもね、こうなんか伝えたいなと思う、セミナーとかやるじゃないですか。そうするとセミナーってなんかこうかっこつけなあかんかなと思っちゃうわけよ。やっぱり先生っぽくやらなあかんのかなとかね。でなんかこうちょっとカリスマとは何ぞやとかね。こう見せ方とかを勉強するわけよ。ちょっとそういう本を買ってみたりとかね、やるわけですよ。でも、よくよく考えたらそういうのっていうのは、自己啓発もそうなんだけど、やっぱり依存者を作ってしまうっていうことがあるじゃない。で、ただ一方ではね、やっぱりどんな世界でもそうなんだけど、やっぱり、なんていうかな、最初は、手張りって言えば手張りかな。最初はだからその人のことを丸ごと、なんていうの真似したりとか、すごいってなっていいとは思うんだけどね。でもやっぱり多くの人なんか、どんどんこのジプシーになっていってる人もいるじゃない。例えばセミナージプシー、自己啓発ジプシー、スピリチュアルジプシー、なんか、要は自分が足りないから常に誰かを探して、で、あなたすごいよ、あなたは大丈夫だよって言ってくれるような人にどんどん行くわけ。そうすると何が起きるかっていうと、本当はだからね、自分、これはだから宗教の世界でもそう、宗教もちょっとね、またいつかこのテーマをやりたいけど、結局は、やっぱり自分以外のところにすごい、なんていうかな、すごい存在がいるってなってしまった瞬間に、自分っていうのはすごくちっちゃな存在になってしまうし、でも宗教のやっぱり本質の人たちが言う宗教者っていうのは自分の中に神がいて、自分の中にね、そういった仏の心があってって、そういうことを言うじゃない。でもそこじゃない方向にもし行ってしまうんだったら、それっていうのはすごくね、人にとってはやっぱり遅れちゃうよね。遅れちゃうし、すごくもったいないことだと思うよね。そうなんですよ。だから外の人がすごくて自分はすごくないってやっちゃうと、
結局その不足感がまたずっと続いて他の人を探してってやるよね、やっぱりね。だからもう自分の中に完全なものがある。だからなんていうのかな、波動のことで言うと、ほらぼーっとしてれば、だからリラックスしてればもう完全な状態なんですよね。私たちの中にやっぱり全てがあるっていうのがもう答えだったんですよね。だからなんていうのかな、外側じゃないんですよ。やっぱり自分が満たされている豊かである。今私もすごくこうゆっくりしてますけど、本当に豊かなんですよね。もう幸せで、もうこれ以上いいみたいな感じなんですけど、こういう状態であればもう外側で起こることなんて全てがいいことしか起きないんですよ。自分の内側が豊かであればね。そうだけどこの外側に見えてることっていうのはもういろんな種類なんですよ。もう本当になんていうのかな、波が本当にいい時もあれば悪いこともあったり、すごく素敵なんですよ、外側で見えてることっていうのはね。だけど全部はもう本当にこうからくりとしては自分の内側が映し出してるだけだから、そっち見てたってしょうがないんですよね。そうっていう感じかな。そうだね。そういえばちょっと思い出したんだけど、ずっと思っているんだけど、なんかね、つい最近、どっぷり現実世界にやられちゃったのよね。要するにこう、私もそうだったからよくわかる。あまりにもなんて、あまりにも結構大変なことが起きちゃったのよ。で、その時に、どっぷりその波動に行っちゃったんだけどね。でも、そこでやっぱり最終的に、やっぱりこう、観察者では入れたかなとは思う。要するに、なんていうの、そこに完全に浸かりすぎて、いわゆる創造主目線というか観察者目線を完全に忘れることはまあないんですよ。どんなタイミングでもやっぱり僕はね、今はね。だから、いや、これすごい大変でしょう。もうなんだこれはってなったんだけど、一応は、その視点を忘れなかったよかったなっていう話。そう。だから、本当にね、でもね、やっぱり何かとこれリアリティがすごいから、この世界って。そうなんですよね。引っ張られるし、素敵、面白いよね、やっぱし。ストーリーからすると面白い。いいことも悪いことも刺激的だしね。そうだけどやっぱ見ててもしょうがないっていうかね、こっち側にあるものっていうのはやっぱり、形を変えていろんなものになってるだけっていうことなんだよね、やっぱし。だからその浄化的な話で言うとね、そういういろんなことが起きたことによって浄化されたっていうこの自分の中のものが、最終分かったんだけど、でも人はやっぱりそうはいえね、結構大変ですよ、そういう時は。やっぱり、入り込むよね。私も本当に最近まで入り込んでましたけど、やっぱりこうどっかでね、もう諦めるしかないんですよね。そっちじゃないから、そうだからこうなんていうのかな、いろんなねすごそうな人が出てきた時にやっぱり疑った方がいいっていうか、その人に対してすごいっていう気持ちが出てきた時に自分の中のやっぱ不足感をね持ってるからっていうところが大きいんですよ。だから今、私の場合だとなんかどんなすごい人出てきてもあんま何も思わないっていうか、なんかこれね、そうだ、依存っていうのと、あと憧れっていうのも一つテーマとしてもありかもね。で、憧れってじゃあエネルギーは何ですかっていうと、これ憧れっていうのは例えば外側に一方でポジティブなエネルギーを言うと、外側に自分のいいところを発見してるっていうことになるんですよね。確か。だけど、もう一方で言うと、その憧れでそこにエネルギーを注ぎすぎると、逆にさっきの依存方向に行っちゃうわけじゃない。そう、それはそう。微妙なバランスだったなと思った。そういえば。そうだね。だからそう、それはあるね。だから外の世界にエネルギーを注ぐっていうのと同時に自分に注いでんだよねみたいなことを意識しておけばいいのかな。そんな感じ？そうだね。でもなんかやっぱり切り離した方がいいのかなって思う。外側の本当に私はそこをやっぱり好きなんですよ。外の世界も好きだから、そっちに入ってたいし、なんだけどやっぱり切り離した方が自分が楽だから、切り離しちゃったみたいな、なんていうのかな。完全に切り離したの？完全に切り離した。完全に切り離した世界の方がやっぱり心地いいかな。
平和だし、なんだろうな、私が今やりたいと思ってることに入りやすいというのが、だから例えばその私が依存の時に依存っていうことでその、ね、気づきがあったのは、ヨシさんと一緒にサロンやってるじゃないですか。で、ヨシさんいろんなことできるから頼っちゃうところがあったんですよね。頼っちゃうっていうか、いいんだけど、なんかこれって結局、なんていうのかな。で一緒にやってるし、サロンのメンバーもいるしね、だけど本当に私一人になってもやりたいのかなってこう自問自答したんですよね。それが原点だから、原点だし全然変わんないんだけど、本当にやりたいかなと思った時に、今ほら誰かがいるからっていう感じになってんじゃないかなと思ったのね。で一人になってもやっぱりやりたいっていう気持ちがすごい出てきたんですよ。だから一人になってもやるっていうところで覚悟が決まったというかなんていうので、そこに要は私と同じ感じで自立っていうのかな、統合、結局これは自分自身の内側に解いて自分でやりたいという気持ちを自分で確認したっていう感じなんですけど、なんか誰かがいるからやらなくちゃとかね、これだけの人数がいるからやんなくちゃみたいな感じになってたら、結局これはやりたいことじゃない、はいやかずれるってことだから、そう自分の内側がどうなのかなっていうところで、依存、ヨシさん依存してたとか、サロンに依存してたとかそういうわけじゃないけど、そこをすごい自分でやっぱり確認したんですよ、今回。そしたらすごい、だから同じような感じで自分自身に対してこうなんていうのかな、問える人っていうので、確認できてる人と一緒にやりたいっていう、本当にそこが固まったみたいな、固まったっていうのは変ですけど、なるほどね、そうするとより良いところまでいけるなって思うんですよね。だから統合された人、そうだから例えば僕もサロンとかも、これたった一人でもやってやろうと思ってたし、なんかね、それはだから本当にそうなのよ。だから、で結局何かっていうと、それっていうのは今日常で皆さんねこう見てる人も、何と考えたらいいかっていうと、結局自分が本当に何だからやる、何だからこうね、誰かが言うからやるとかじゃなくて、自分が本当にこれやりたいんだっていうこと、沿って生きるってことでしょ。それが自分のハイヤーに沿って生きるってことでしょ。そうですそうです、本当にそう。なんかこうね、何？ちょっと今ね時差があるから若干ね、インドだと時差があるからこうなっているかな。いいか。要は自分のそこに沿っていくと、結果だからなんかいわゆる一般的な奇跡と呼ばれることが起きますよね、やっぱりね。そこが面白い。そうなんですよ。そう同じような感じで、だから自分が統合されてる状態でやっていくことによって、そういう人たちと一緒にやることによってなんかすごいことが起きる。で統合されてない状態だと、例えば誰かがね辞めるって言った時に辞めちゃうのとかね、私が行けなかったかなとかさ、そういう感じでこう周りの人に、また外側のことに一喜一憂するんですよ。そういう感じになる。それにエネルギーを注ぐんだけど、注ぐと一つのことに集中してればそこにわーっといけるんですよね。だから自分の内側に入ってれば一つのことに向かえるんだけど、外側に目向いてると忙しいんですよ。いろんな人見なくちゃいけないし、いろんなことが起きたりするから、でもこっちにエネルギー注いでると進めないんですよ。それが分かったって感じ。確かにね。外側の世界は本当にね、全てそうね、エネルギーどんどん奪われちゃうね。そうだな。奪われ、そう。結局自分がね、そっちに入っちゃうと、すごいエネルギーを使うんですよね。そう。だからこれ形変えていろんなものになるから、だったらもう切り離して自分の内側のやっぱり心地よさ、のところにやっぱりいるってもう決めたんですよ。決めて進んでいく。進んでいくというか、なんだろうな、だからもう宇宙だと思って私は今生きてるんですよね。そうか、宇宙だね。そうだから僕もね、それね、こうやって動画を撮っていることによって、やっぱりみんな見てる人にもそれをこうどんどんこう味わってもらったり、どんどんこうなんていうの、統合、例えば統合だし、そういったところにね、アウェイクとか、目覚めでもそっちの方向に行ってほしいんだけど、そうだな、今日はどういうふうにやったらそれができるんだろう。そうですね。だからなんかすごいって
すごいって思う人がいたらやっぱ疑った方がいいっていうか、自分の内側に不足感がまずあるっていうことを、そういうことね。そこをやっぱ見るときっていう感じだよね。そうそう。あとはこういうね、人をやっぱりこう導いてるような人とかさ、なんかそういう人多いじゃないですか。やっぱりこう前に出てやってたり、そういう人に教えることとかやってる人も、なんていうのかな、その人が自立できるようにこうサポートしていくことが、本当にこれからの時代のやり方だし、それもともとね、だからみんな完全な状態だし持ってるんですよ。全てを持ってるんだけどできないって思ってるだけだから、そこをサポートしてあげるのが、私たちというかね、そういう人たちの役目なのかなって思いますね。そうですね。嬉しいよね。その方がいいよね。そうなのよ。そうなのよ。だからね、すごい依存のど真ん中の体験も僕は子供時代もしてきたからね、わかんだけどね、超ね、辛いよ。辛いんですよ。本当にね、その体験って。その時はね、それが当たり前に思っちゃうんだけどね、今考えたら、本当にね、だから、それは本当に、だから自由になってほしいなと思うんだよね。そうだね。見てる人が、そうだね。どうすれば見てる人が自分自身、だからもともと一人一人にやっぱりこう創造主としての全てがあるんですよ。もう、ない人はいないというかね、もうね、しょうがないですよ。どっかでも認めないと。ないってさ、外側ばっかりそう見てる世界だったからないと思ってたけど、もうそろそろもう観念したらいいのよね。観念して、私が創造主だってもう言った方がいいってこと。そうもうあるってしょうがない。だってほらぼーっとしてればさ、宇宙と同調してるとか全部うまくいっちゃうんですよ。だけどうまくいかないっていう、頑張んなくちゃとかね、なんていうのかな、もっと勉強しなくちゃ、学ばなくちゃとか、こういうのも結局やっぱ逆走だしさ、ないからやろうとしたりするっていうのもあるって一回認めちゃうっていう感じがいいんじゃないかな。しょうがない、どっかで諦めるしかないみたいな感じ。そっか。もう諦めましょう。じゃあね、みんなね。はい。で、あとはやっぱり、やっぱ信頼すること。だから私もやっぱり人に対してそうしてるんだけど、もうね、だからみんな全てが創造主であって、もともと全てを持っているから、一人一人がね。だからもうなんか手をかけたいって思うと思うんですよ。お子さんとか旦那さんとかいろんな関わってる人に手かけたいって思うと思うけど、もう持ってるわけだから、全てをもう信頼して委ねるって感じだな。ほっとくというか、なんていうのかな、信頼する、その人の潜在的に持ってるものを信頼するっていうのがすごい大事だと思いますね。それやってる。そうだよね。信頼。なかなかね、僕も信頼ってやっちゃうんだよね。結構自分でやっちゃうから、最近はね、さっきいろんな話、そういう話があって、もうなるべくはもう任す、もう信頼する手放すってやってるけど、なかなかこれをね、ちょっと難しいと感じる人もいるけど、チャレンジしてみましょうということですね。まずはね。そうで、そこで失敗したっていいんですよ。その人が失敗したっていいし、転ばしてあげればいいし、そこを見守るみたいな感じだから、潜在的に持ってるわけだから、誰もが持ってるわけだから、それに対して信頼も全部私も信頼してますね。信頼して委ねるっていうことをやると、自分がすごい楽になるから。そっか。で、ちょっとはね、それが僕もそういう風にやってきたら、確かにすごいメンバーというか、サロンの中でもそうだけど、とんでもない人がどんどん現れてきましたね。すごい能力を持ってる人がいます。だからそういう人たちのチャンス潰しちゃうんですよ。よくあるのはね、スターシードの人ってすごいできるんですよ、いろんなことが。気が回るし、だから要はエネルギー読めちゃうから、一人で100人分ぐらいできちゃうんですよね。できちゃうんだけど、やっちゃうでしょ。でもうみんなそうですよ。みんなそう見ててそうだし、私だってそうだったけど、気が回っちゃうからね。だけどここをだからもうやらない練習じゃないけど、やらない練習をやったらいいんだ。そうなんですよ。で、要は自分がやっちゃうと、手を出しちゃうと、その人のチャンスを潰すってことなんですよね。潰してたっていうか、なんていうのかな、もっと他になんていうのかな、
もっとできる人が出てきたり、自分は他のことにエネルギーが注げるようになるんですよ。でもやっぱりこの100自分がやってたらさ、やっぱ忙しいから他のことできなくなっちゃうじゃないですか。だから、なんていうのね、委ねる、やっぱ宇宙に投げるみたいな感じかな、委ねる、ってやるとすごい楽になると思いますね。そっか。じゃあちょっとまたね、今日も宇宙からのメッセージっていうのは、依存に対して何かどうですか？メッセージとかって宇宙からありますかね？はい、今聞いてみますね。依存に対して、教えてください。そういう依存とかね、そういう強い気持ちで何かを思ったりするっていうことはとてもいいことみたいなんですよね。いいことっていうのは、悪いことじゃ全然なくて、本当にこう強くそこに集中するっていうことだから、やっぱそういう体験としてそこに対して入り込んで、やっぱ体験したかったことがあった、そこに自分自身が体験したかったことがあったっていうことだけですって言ってますね。そうか、だからいい悪いはないってことね。そうか、いい悪いって。そういい悪いはなくて、いい悪いって思っちゃってたけど、そうじゃないのか。確かに。依存って別にだから悪くないし、体験としてそこに入り込んで、ぐーっと入り込んで、だからこそなんか自分が体験できたことがあったっていうことみたいですよね。そうだね。宇宙的にはそうだね。そうみたいです。だけど、そうですね。これからの時代は、これからは、やっぱりこうなんていうのかな。不足感、やっぱりこう外側かな、外側にエネルギーを向けるんじゃなくて内側にエネルギーを向けるっていう本当のエネルギーの向け方っていうんですかね、やっぱ全てがやっぱ内側にある、もうここの中には宇宙がありますので、そこを見る時ですよって言ってますね。こっち側にやっぱエネルギーを注ぐっていうのはエネルギーをこうなんか放出するみたいなんですね。バッと外にエネルギーを放出していたってことだから、エネルギーのこう無駄遣いみたいなもしかすると、そんな今イメージとしてきました。無駄遣いっていう言い方なのかな、それをやり続けてても自分がほら消費するだけだからね、エネルギーを。だから内側に向けることによってあなたの本当の、安心の場所というかね、あなたが、待ち望んでいた、あなたが求めていた場所にたどり着くでしょうって言ってますね。こっちにエネルギー向けると、って言ってる。それのためにもあれかな、なんかこういう依存っていう言葉に引っかかる人、あとはそこに対してやっぱり今考える時、考えるきっかけとして今こういうテーマがあるみたいなので、自分自身がどうなのかっていうところをちょっとこう解いてみてくださいみたいな感じですね。なるほどですね。はい。いやなんかね、やっぱりこのテーマはね、こうやりたかったんですよね。本当に。わかりました。じゃあ、ちょっとまたね、次回からもどんどん進化していきますよ、このチャンネルはと。で、どんどんこれ世界のね、スターシードたちともね、ゲストをどんどん呼んでいこうみたいになるのでね、これちょっとまた楽しみですよね。はい。来てますよね。ということで、もう世界規模でいきますので、はい、皆さんよろしくお願いします。ということで、じゃあ今日もね、またではでお別れしましょう。はい、ということで、今日もありがとうございました。ではでは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 。